こんにちは、リスナーのあなた。今回はですね、ワルドルフ・ストライヘッドシンセサイザーのマニュアル、これを一緒に見ていこうと思います。なんか70年代のストリングスシンセの魂を現代にっていうコンパクトな機材ですよね。そうですね。で、この資料からその革新部分と面白さの秘密、これを探るのが今回のミッションです。はい。このドイツ製のシンセ、マニュアルを読むとやっぱり核になるのは、ストリングスとソロという、2つの音源セクション。それにエフェクトですね。これらがどう絡み合って、独特のサウンドを作るのか、そこがポイントになりそうです。まずは、その心臓部、ストリングスセクションからですね。ここで面白いのは、やっぱりレジストレーションノブ。あれですね。単に音を選ぶっていうんじゃなくて、バイオリンからビオラ、チェロ、さらにブラス、オルガン、クワイアまで音が滑らかに変化していく。これかなり特徴的じゃないですか？そうですね。その明確な境界がないモーフィングするようなサウンド変化。これは当時のストリングスマシンの雰囲気をすごくうまく捉えてると思います。そしてやっぱり欠かせないのがアンサンブルエフェクトですね。アンサンブル。マニュアルにもストリングス、コーラス、ミックスの3モードがあると。これら音に広がりと動きを与えて、いわゆるあの時代の音にするための鍵ですね。なるほど。アンサンブルが鍵。エンベロープがクレッシェンド、つまりアタックとリリースだけで、サステインは常にオンというのも、なんかおその息というか、当時の設計思想を感じますね、これは。まさに演奏表現もある意味その制約の中で工夫するっていうスタイルですね。で、それと対照的なのがソロセクション。はいはい。こちらもトーンノブでベース、E ピアノ、クラビーなんかをブレンドするんですが、でもマニュアルに名前とはかすかに似ているだけって書いてあるのがなんか面白いですよね。そうなんですよ。これって意図的なんですかね？そのラベルに頼らず音を作れみたいなことでしょうか？その可能性はあるかもしれませんね。あるいは完全に再現するんじゃなくて、あくまでそれっぽい雰囲気を出すことに特化しているのかもしれません。なるほど。このソロセクションにはキーボードのスプリット機能、ローレイヤーハイとか、あとレートとデプスを同時に操るちょっとユニークなトレモロもありますね。ふむふむ。エンベロープもアタックを調整することでパーカッシブな感じから、持続音まで作れるようになってます。コアの音作り、だいぶ見えてきました。じゃあそのサウンドをさらに加工するエフェクト、アニメート、フェイザー、リバーブとありますが、これらはどう作用するんですか？これらがですね、一つのデプスノブでコントロールされるっていうのがちょっとユニークで、ほう、一つで。スイッチで選んだエフェクトの、効き具合がそのノブで変わると。アニメートはストリングスのレジストレーション自体を揺らすちょっと変わったモジュレーションですね。へえ。フェーザーは定番のシュワシュワした効果。リバーブで空間の広がりを足すと。で、しかもこれら全部同時にかけられるんですか？そうなんです。3つ同時は結構強力ですね。それはすごい。サウンドの保存はシンプルに12個のメモリースロット。バンク A、B、C に4つずつ。長押しで保存を押して読み出し。これは迷うことはなさそうですね。非常に直感的だと思います。あと、モジュレーションホイールの位置も一緒に記憶されるのは地味に便利かもしれませんね。ライブとかだと。確かに。接続周りも見ておきましょうか。ミディイン、アウトは当然として USB がついてるのが現代的ですね。この USB がまた面白い点で、コンピューターとミディデータをやり取りするだけじゃなくて、なんと電源供給も兼ねるんですよ。PC でも Mac でも Linux でも。USB バスパワーで動くんですか？そうなんです。もちろん付属のアダプターでも使えますけど、USB 給電は制作環境によってはかなり楽ですよね。それは楽ですね。あとは標準的なステレオ出力とヘッドホン端子と。何か隠し機能というか裏技的なものはありました？いくつか気の利いた点がありますね。例えば、音が鳴りっぱなしになった時のパニック機能。ありますね、シンセには。メモリーボタン全部同時押しで音が止まるっていう。あとはボタンを押しながら鍵盤を叩いてミディチャンネルを設定する方法とか。さらにシセックス、システムエクスクルーシブっていうちょっと専門的なミディメッセージを使ってサウンドデータを丸ごと送受信できるんです。これでバックアップ取ったり人と共有したりできますね。なるほど。いや、全体を見るとストライフフェットは何でもできる万能シンセっていうよりは、特定のストリングスサウンドとそれに彩りを加えるソロサウンドに徹底的にこだわった楽器と言えそうですね。まさにその通りだと思います。
ヴィンテージなサウンドへの深い理解と、それをシンプルな操作で実現するための工夫が、なんか随所に見られる感じがしますね。モーフィングする音とか、つまみ一つで制御するエフェクトとか、直感的に音を変化させていく、その楽しさを重視しているようです。シンプルながらなかなか奥が深いと。さて、このマニュアルを読み解いてきた上で、あなたが最後に考えてみたいことって何かありますか？そうですね。やっぱりこの楽器が持っているある種の制約でしょうか？制約ですか。ええ。モーフィングするサウンドとか、極端にシンプルなエンベロープ、独特なエフェクト。こういうものが組み合わさることで、無限の選択肢を持つシンセとはまた違う、独特の創造性がどう刺激されるのか。そこが気になりますね。なるほど。道具立てをあえて絞ることが、かえって新しいアイディアを生むきっかけになるかもしれないと。それは興味深い問いですね。もしかしたらあなた自身がこの楽器あるいは他の限られた機能を持つ機材と向き合うときにちょっと考えてみる価値がありそうですね。高評価チャンネル登録お願いします。しみ取り追記の動画も高評価もらえるといいね。